皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで音声読み上げを香川愛を女流4段に設定してあります。さあ、私が先手で相手の方石田流、相手の方が振り飛車党のような感じなので、今回はどうしますかね。相手の方が振り飛車ならということで居飛車にしてみますかね。まあ分からないですけど、相手の方が石田流を解けるだけで8四歩とつくと居飛車の将棋なんですが、これは横歩取りっぽい将棋になりますね。どうしようかな。横歩取り、まあ、ちょっと横取り避けてみますかね。まあ横歩2五歩とつけばね、横歩取りの将棋なんですけれども、ちょっと矢倉っぽく指してみましょうか。まあ7七角と上がるとね、流行の、雁木の将棋になるんですけどね。まあちょっと矢倉に行ってみましょう。ちょっと珍しいスタートの矢倉ですね。2六歩とついたことでね、スタートとしてはね、なかなかこういう7六歩3四歩2六歩8四歩から6六歩と止めて矢倉っていうのは、最近はねあまり見られなくなってきた指し方ですね。結構雁木になることが多いんですよね、その進行ですとね。今回は、矢倉になりました。相手の方とのね、波長があったという感じもありますね。どうしようかな。金上がって一つね、これもがっちり組み合う、なんていうんですかね、急戦矢倉というよりはじっくりとした持久戦の矢倉に進んでってるんですけれども、3七にね銀を上がるか桂を飛ぶのかっていうのが一つポイントですね。6八角と上がります。これね、森下システムと言われる森下拓九段がね、得意とされてる指し方ですね。この6八角の意味としましては、3七銀3七桂とね、あるいは3八飛車とか形を決めてもう攻撃陣に整備に取り掛かる手を後回しにしまして、相手のね指し方次第で、その3七銀が出たり桂が飛んだりというね、形を選ぼうという、作戦を補充した手ですよね。この3八飛車もちょっとそういった若干そういった意味ありますね。で7三角ですか。これですね、7三桂3七桂と言いますかね。これが3七桂、3七銀もあるとこですね。今回は桂を飛んでみました。で王様がありまして金矢倉ですね。はい。さあ端早に棒銀が出てきましたね。私の方も銀が出ていますか。総矢倉、総矢倉ですけど、そうですね、ここが分岐点ですね。6五歩から6六銀右と上がると必至矢倉と言われる形。4六銀と出るとね、ちょっと前にもやったような格好ですね。どうしようかな。4六銀と出ると前回というかね、ちょっと前にやった形と似た形なので、今度こちらについてますかね。4六銀と出る方が先手番を生かして積極的な指し方で、6五歩から6六銀右はこれはね手厚い指し方ですね。上部に厚くして、7五歩ですか。これは積極的ですがどうですかね。微妙なとこですね。ちょっと反撃が効くかもしれないです。飛車取りに出ますって、7三桂とかの手の方がね無難なとこでした。これはちょっとねもう戦いになりますね。7三桂と飛んでいると落ち着いた将棋でしたね。これで歩を取りまして、これどうですかね。これ角引いてね、これ一歩得しましたね。これはね同桂だと4四銀があるんですけど、5七角がフットワークのいい手で、これで銀上がりましてね、これは先手がちょっと得しましたね。一歩丸得してこう手厚い格好ね、7筋6筋こう銀並んで、これはとってもいい形なのでね、これはねよくこの7筋の歩が交換ね、切れてる形でよくある格好なんですね。歩がですね交換になってる格好で、これはね一歩得したのでポイントをまずは稼ぎました。さあここからですね、ポイント稼いだといっても具体的にねどう優勢に持っていくかって大事ですね。これ桂飛んでみますかね。これね同銀ですと4六歩とついて桂馬が取れる、銀が死ぬんですね。これね取れるのが面白いところで、同銀なら4六歩とついて桂馬がね取られそうなんですけど意外に取られないっていう。そうですね、この手がね確かに嫌な手なんですよ。さすがですね、この手ねちょっと嫌な手だったんでどうしようかなと思ったんですね。これ同歩ですと同角と取った手が香取りになるよっていうことなんですけど、桂に紐をつけといて、ただここでね、6五歩同銀7三桂とか後手の方も争点ができたんでね、私の方は6二飛車ですか。6五歩同銀7三桂みたいな手もあったと思います。これ6二飛車ですと取って歩を押さえると落ち着いた将棋取ってますかね。で同角に6五歩と打って手厚く指しますかね。どんどんね。同飛車もあるとこですね。難しいとこです。私の方としてはね一歩歩を多く取っていて、桂馬が4五に飛べているのでね、不満がない格好ですね。今ね6五銀と出る手もあるんですけど、6五銀で4二角に6四歩とすると7三桂とね6五に銀が来るとね桂馬が当たってくるのが嫌なところなんですね。
で、8二角ですか。これ次に4五銀同歩1九角成という手があるので、そのね桂香と銀の2枚替えの手を防ぎたいので香車を逃げておきましょう。これが結構軽い手ですね。香車取りをね逃げといて4五銀と取ってきて同歩で1九角成とねなられちゃうんですけど、銀桂交換は非常に大きいので、その瞬間に4四歩とねここに歩が来てこの歩を伸ばすと持ち場に銀を持っているとこの6二の一飛車だとね、そうですね、これ今そう進みそうですね。これで角なられちゃうんですけど、まだ4六かもしれないんですけど、この時にねこの歩を突く手がすごい気持ちのいい手なんですね。同金ですと5三銀というのが、厳しい手で、銀を寄ればねかなり歪んだ格好、それでこう突くとねすごく駒が手順にぶつかってくる感じね、お分かりいただけるかなと思います。今のところはね先手好調な感じですね。このなんていうんですかね、今銀桂交換で馬は作られてるんですけど、もともとねその銀桂交換の桂が先手のね攻めの桂と、後手の守りの銀なわけですよね。やっぱこの交換はねあまりなんていうんですかね、私の方としても不満がないと。で2九馬ですから、これ迷いますね。もう踏み込んでいく手もありそうですね。3四歩と取ってしまって3八馬に3三歩成と行ってみますかね。いや迷いますね。これ飛車逃げとくのもね相当ですね。飛車を逃げといても王様鉄壁なんでね逃げてさせてもあるんですけども、強くいくら取ってしまって、これね飛車が6二にのが一つミソですね。これ飛車がもうちょっとね8二とかいるとあれなんですけど、飛車が近いので飛車を攻めながらね王様を攻める手がねありそうなんですよね。玉で取ってきましたが、さあどうしますかね。これ他を叩くか銀を打つか。攻めが細いですからね。私の方もこれできっちりね攻めをつなげないと飛車を取られてるんで、微妙なところですね。どうするのがいいかな。銀を打つか叩くか。飛車冷静にね逃げとく手もあったところです。歩を叩いていく手が厳しいかな。歩を叩きましょう。これね4四玉と逃げた時に4五歩という手があるんですね。同玉ですか。同玉ですと結構ね王様を引きずり出したので、どう攻めるのがいいかな。銀を打ってそうですね、銀を打つのがいいかな。私今現状ね飛車は取られたんですけれども、この王様が鉄壁なんでね攻めが切れないように攻めればいいので、このね5三金という手が効くのが大きいんですね。先ほど飛車がねもし遠いとちょっとこういう攻めは無理だよって言ったのは、こう5三金とね飛車を攻めながら王様を攻める手ができないでと金がこう作れるんで、こうと金ができるとね攻めが見通しが立ってきますよね。これははっきり、攻めが続いたここですね。さあここでどうするか。3三歩成、4二歩、いろいろありますね。ここはただ難しいところですね。一個慎重にならないと、次相手に4二歩と打たれると結構なんていうんですかね、受けが効いてくるのかな。こう一回なるのがいい手ですかね。どうなりますか。さあこれ小駒の攻めですからね、しっかり攻めきらないと、場合によってはね入玉をされたりということもあるので、さあここも難しいですね。3二金打ちと打っちゃってバラバラにして8二飛車と打ってね銀を取る手もありますね。ちょっと迷いますね。ここはちょっと考えどころですね。4四銀と活用しとく手も有力ですね。4四銀がいいかな。さあやはりこの時にね王様が鉄壁なのが大きいですね。やっぱり飛車取られてね、やっぱりこう攻められる手をね考えないといけないっていうのはかなり神経を使うんですけど、このように攻めだけね考えていればいいというのはやっぱりかなり楽ですね。で、4九飛車と打ってきましたね。さあギリギリの攻めですからね、私の方もどうしますかね。3二金打ちと打っちゃうかな。さあこれは一気にね攻めていきます。同飛車同金同玉だと8二飛車と打ちます。で玉を寄って踏ん張ってきました。さあ銀をなって同金、さあどうですかね。これでなって寄って、これが、2二金でね攻めていくので、さあこれで追い詰めました。端まで取ってきましたね同金。さあこれはでも飛車を取ったんでね、この5七の角が端に効いてますので、そうですね、これは寄せ切ったかな。いろいろありますね。2五桂が一番いいですかね。玉が包むように寄せようで、2二飛車と打っちゃうとね王様逃げられちゃうんですけど、これで上部脱出さえ封じてしまえば、やはり相変わらずね、こういう時もね常に私の自分の王様を見といた方がいいですね。これうっかり7七桂とか飛んでる学校ですとね8九金と打たれて飛び上がっちゃうんですね。5手詰めぐらい飛び上がっちゃうんで、これ硬いように見えても弱点がある時があるので、しっかりね自陣は見とくことが大事です。ただこの場合はね、8九に桂馬がいますので、受けがないですね。私の勝ちとなりました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。戦型が相矢倉ということでね、
ちょっとスタートはなんていうんですかね、一風変わったスタートだったんですけど、組み上がったところはね、中原先生、米長先生といったね大棋士の方々が指したような矢倉の将棋になりました。途中でね相手の方がね中盤で仕掛けたんですけれども、その手がちょっと若干ね無理筋で少しポイントを稼いだね段階で進んでいって、中盤ね飛車を捨てて踏み込んだあたりがね、勝負のポイントになったかなと思うんで、そのあたりをね、解説編の方でゆっくり解説しますので、ぜひぜひそちらの方もご覧いただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。